皆さんこんにちは、アンです。私は今ですね、ポルトガル第2の都市ポルトに来ております。イエーイ。今回はですね、もうずっと行きたかったこちらポルトガルのポルトをですね満喫したいと思うんですけれども、世界一周16カ国目になるんですけれども、スイスとかねフランスとかで散財をしましたので、ポルトではスーパーとかね行って自炊生活をしてたんですね。で、今日初めて観光をします。めっちゃ楽しみですね。ということで、観光スポットを巡ったり、ポルトガルはワインも有名なので、この辺をね堪能していきたいと思います。では行ってみましょう。そうよ皆さん。ポルトガル北部に位置するポルトは、日本からヨーロッパや中東を経由して約17から21時間。ポルトの人口は99万人。リスボンに次ぐ同国第2の都市です。旧市街はユネスコ世界遺産に登録され、道路側沿いにカラフルな建物がひしめき合い、オレンジ色の屋根が連なる風景は非常にフォトジェニック。世界的に有名なポートワインの故郷で、様々なお店で美味しいポートワインを楽しむことができます。ポルトガル伝統のタイル装飾アズレージョが特に美しい街を歩いているだけで本当に楽しいんです。大西洋に面しているため、魚料理のレベルが非常に高いことでも有名なんです。それではポルトガルポルト旅行ってみましょう。素敵。撮影している日がですね、1月の18日日曜日でございます。さすがに日曜日混んでますね。そうよ、こちらがブルーの聖堂アルマス聖堂でございます。これまたポルトで有名な観光スポットですね。めっちゃ綺麗。ポルトガルはアズレージョというポルトガルのタイルですね。タイルもね有名なんですよ。15,947枚あるらしい。そのアズレージョはいろいろ絵柄とかが書いてあるタイルのことですね。じゃーん。とても美しい教会なんです。で、これちょっと中も入れそうなので、中も覗いてみたいと思います。どう思いますか？中も青いのかな？この教会のタイルなんですけれども、アッシッジ聖フランチェスコ、アレクサンドリアの聖カタリナ、2人の生涯が描かれているそうです。ポルトガルはですね、なんとエッグタルト発祥の地でもあるんですよ。なので街を歩くともういろんなところにエッグタルトのお店がたくさんありまして、今回はですねエッグタルト食べ歩きなんていうのもしちゃいたいと思います。まずはこちらマンテイガリアですね。こちらGoogle 評価 4.9、 レビュー1000件以上あります。オラー、うまそう。いや、美味しそう。めちゃくちゃ美味しそうなんだけど、ブリンブリンじゃん。How much is capile? Can I get capile? And It's for here? yes, thank you. お店の隣ではエッグタルトを製作中でございます。作ってって感じで、ああやってこの中に生地が入ってて、それを手でこうやって広げるんですね。面白い。なんか渦巻き状だね。面白い。これが食感になるんだ。で、ここの上から多分カスタードが入ってくるんじゃないかな。めっちゃ美味しそう。いや、美味しそう。美味しそう。オブリガータということで、この大人気店のエッグタルトをいただきます。焼きたてだね。焼きたてです。めっちゃ美味しそう。いただきます。めちゃくちゃ美味しい。トロンです、トロン。見て、中のカスタードが食べた瞬間にトロンって出てくるのめちゃくちゃ美味しい。サクトロですね。美味しい。
うま。なんかね、このエッグタルトみんな買ってて、ね、街歩いてたらさ、みんな箱に入れて持ち帰りしてて気になってたんです。幸せです。幸せ。実は私たちもう1週間前ぐらいからポルト来てるじゃないですか。スーパーのエッグタルトとかいろんなところのエッグタルトをね試したんですよ。でも過去一ドゥルンドゥルン。なんか一番生感ない。キャラメルと生キャラメルぐらい全然違う。でここのエッグタルトは飲み物。なんか噛むとかの概念じゃなくて吸う。で私が注文したのはこちらカピレと言いまして、ポルトガルの伝統飲料らしいです。アジアンタムの葉と砂糖、そしてほんの少しのオレンジフラワーウォーター、これらを煮詰めてシロップにしたものを、水かソーダ水で割るらしいです。でこのお水とこのカピレ1杯を頼んで飲むっていうのが流行りだったらしいです。いただきます。カピレ美味しい。なんかレモネードみたいな感じです。本当にさ、レモネードの味です。めっちゃ美味しい。水筒に入れて持ち帰りたいぐらい美味しいです。美味しいカピラ。こちら缶詰屋さんです。ポルトは缶詰も大変有名でございまして、このように缶詰屋さんとかもたくさんあるし、あとスーパーにもね缶詰があるんですよ。かわいい。何これ、かわいい。かわいい。何これ。What can I put? Butter? No, Fish? salt, Salt? soap, Soup? soap. Soup? Yes. You Put what you want. butter. How much is this? 25. 25 euro. So this is made from Portugal? Yes, yes. This is Beautiful. homemade. Homemade. Nice. Blue. あ、イエロー可愛いな。最も可愛い。黄色結構キュンとしてます私。気にしてる。迷った。これじゃなくなったわ。一気にこれとこれになった。本当。I like the yellow. You like yellow? わかる。わかる。一致してるね、お父さんとね。一致してます。じゃあイエローかな。はい、ということでお土産ゲットしました。スイスで一目惚れしたねアウトレット品で、しかも半額だったお皿があったんですけど、割れてたんですよ。ちょっとだけ亀裂入ってて、絶対買うなって、亀裂入ってるやつは縁起悪いからダメって買えなくて、やっと一目惚れ、ネクスト一目惚れのやつを買えたんです。マジでよかった。自分へのお土産です。うわー素敵だな、街がまた。ほんと今日晴れてよかったね。ここ先ずっと雨だったので、久しぶりの晴れ、最高。はい、続いてやってきましたのがですね、こちら世界一美しいマックと呼ばれるマックインペリアルでございます。でこれはもともとカフェインペリアルという伝説的なカフェの建物でして、でマックさんがねそのままそのカフェの建物を使ったらしい。確かにイケてますね、マックなのに。なんかこう天井もシャンデリアがあったり、すっごいゴージャス。これマックなの？メニューどんな感じか見てみたいと思います。割と安いのかなと、ビッグマックが 5.4 ユーロです。900いくらかな。でもちょっと高いね。やっぱ日本と比べちゃうと日本がやっぱ圧倒的安いです。なんか面白そうなの。マックフルーリー M&M's。 美味しそう。美味しそう。まさかのお魚使った料理はサラダだけでしたね。なんかキャロット売ってんだけど2ユーロでめっちゃ食べたいんだけどこんな感じでした。
鳥も鳥も演奏者としているんです。素晴らしい。ブラボー。世界にはいろんな人がいます。鳥と一緒に演奏するって初めて見ましたけど。待って、かわいい居酒屋さん行く。かわいいですね。わあ、かわいい。かわいいじゃん、めちゃくちゃかわいい。ソープ屋さん、いろんな雑貨屋で、ブランケットもあります。なんかカラフルなの多いよね、ポルトガルって。ファッションもかわいいじゃん。いや、私白と赤の組み合わせめちゃくちゃ好きなんだけど、かわいいね。下で縛っちゃったりしてね。誰が奈良です。ルームシューズとかもおしゃれじゃない。60ユーロだって。こういうソープとかおしゃれなのたくさんあります。これ4ユーロだ。お安め。いいよね。オーサマー。いいですね。私もサマーが一番好き。かわいい。かわいい。こちらのお店はですね、オープンしてまだ1ヶ月しか経ってないらしいんですよ。でもすっごい素敵なもうポルトガル製品をセレクトしているお店なので、皆さんぜひ行ってみてください。でこのお店で彼はですね、サングラスを購入したんですけれども、めっちゃ可愛くない？このサングラスもメイドインポルトガルで、ポルトガルの熟練の50年以上のね、メガネ職人の方が一つ一つ手作業で仕上げられているサングラスでございます。めっちゃ可愛いのこれで、レンズが厚い分、その紫外線のカットもすごいされるし、雪山でも平気らしいです。こちら140ユーロでした。マジでいいお買い物ですね。こちらクリスティアーノ・ロナウドさんでございます。そう、クリスティアーノ・ロナウドさんはですね、ポルトガルのマデイラ島という島出身なんですよ。で14歳ぐらいの時までその島にいて、そこからまた別のところに、ね、行ったらしいんですけど、ポルトガル出身の有名人といったらクリスティアーノ・ロナウドです。ここも有名なエッグタルト屋さんだ。美味しそう。すごい爆速で売れてくね。見て、もうないよここ。ゲットしました。超大人気のカストロさんのエッグタルトです。でこちらですね、ドロー川付近で食べようと思います。今日めっちゃ天気いいわ。いけいけ。うわー、港町いい雰囲気。みんな外のテラスでドリンク飲んで、昼からねお酒飲んだりしてすっごい楽しそう。雰囲気いいですね。じゃあこれが道路川です。わーお。じゃん、こんな感じです。道路川はポルトガル語で黄金の川という意味らしいです。歴史地区として世界遺産に認定されているんです。道路川の穏やかな流れ、そのほとりに広がるどこか懐かしく、そして鮮やかな色彩の街。ここポルトガルのポルトは街そのものが一つの芸術品のよう。道路川の深い青と歴史ある建物が見事に調和したこの街並みがポルト歴史地区として世界遺産に登録されたのは1996年のことでした。その後ポルトの魅力はさらに再評価されることになり、2016年には街の象徴であるルイス一世橋、そして絶景を望むセラド・ピラール修道院が加わり、ポルト歴史地区ルイス一世橋およびセラド・ピラール修道院として世界遺産に登録されました。こうしてその価値を今も世界に伝え続けております。最高です。皆さん日曜日ですよ。ポルトガル最高すぎる。そう見えますか、船。道路川6つの橋がかかってるそうなんですけど、その6つの橋の下をくぐるっていうクルーズもね、大人1人20ユーロでありました。いつか乗ってみたいね。絶対気持ちいいよな。
You porco! やめろ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 。わお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 。どうしたみんなどうした。一番いい。おいおいここでやめてくれ。待ってここでやめて本当に。本当にやめれる？急にさカモメたちが凶暴になったんだけど、ちょっと今チルしてたのに、あ、また船が出発しましたね。皆さんいってらっしゃい。いいな、気持ちいいよね今日。はい、ということで先ほど購入しましたカストロリスボンのエッグタルトいただきます。めっちゃいい香り。かわいいかわいい。こんな感じ、キラキラーン。ではいただきます。先ほどのお店よりもちょっと固めのテクスチャーだけどちゃんとトロトロしている。濃厚ですね。卵の味がすごいする。濃厚のカスタードが入ってる。そしてザックザク、美味しい。こちらシナモンの C なんですけれども、なんかね地元の人結構シナモンかけて食べてる人多くて、ちょっと私も地元の方流に真似したいと思います。こんな感じでいただきます。シナモンをかけることによってより一層大人、ワンランク上の大人な味でございます。マジで美味しいです。いいね。一杯飲む？では橋に行く前にみんなお酒飲んでるからこちらもね飲みたいなと思いましてお店に来ました。では私はホワイトポートというポルトガルのワインで作られた蒸留酒なんですかね。これを注文しました。で彼がポルトガルの白ワインです。グリーンワインだそうです。こんな感じです。グリーンなの？ポルトに乾杯。すごい、これ度数がね 19% とかなり高い。だから一気に飲んじゃダメ。これはポルトの夏の定番で、これにトニックウォーターとかで割ったりする飲み方が、夏みんな飲んでるらしいです。美味しい。マジでイケ散らかしてるね、ここの雰囲気が。本当にもうお酒飲んでて気持ちよくなっちゃう。わあ強いわ。はい、ということで注文していたおつまみやってきました。こちらですね、タラのフリッターでございます。ポルトガルは海に面しておりまして、海鮮がねすっごく美味しいんですよ。でピリピリっていう唐辛子の調味料も有名なので、これもちょっとつけて食べたいと思います。めっちゃ辛い。ではいただきます。ピリピリ歴多分1週間なんですけど、私がスーパーで買ったピリピリはタバスコみたいなボトルのね入れ物に入ってるんですけど、それもマジで美味しくて、今回はね粉末ということでフレークですね。いただきます。ではまずレモンをお絞りさせていただきます。もっちり系だね。うわ、タラの実がたっぷり詰まってる。わかります？すごいもっちり。香りはですね、もうさつま揚げの香り。いただきます。タラの実がすごい入ってる。味はちょっとたこ焼きのような味もしますね。ピリピリもねつけてポルト流でいただきます。全然辛くないです。じゃあもうザ唐辛子を使った感じ。なんか目が痛くなってきた。実はポルトガルと日本ってすごい深い関係がありまして、ポルトガル生まれの日本料理っていうのがすごいたくさん存在するらしく、
天ぷらとかも南蛮漬けとかお菓子のカステラとかもポルトガルでのものを日本に持ってきたんだって。そうなんです。約500年前の大航海時代、1571年ポルトガル船が長崎に入港し、そこから約450年以上にわたるポルトガルとの深い歴史が始まります。その際に長崎に根付いたのがポルトガル文化。天ぷらやカステラ、コンペイトーなどもポルトガルがルーツなんです。さらに私たちが普段使っているパン、ボタン、タバコ、コップなどもポルトガル語が語源です。いやー面白いですね。さっきのさカフェ&バーの雰囲気めちゃくちゃ良かったです。わーいいね、本当に雰囲気が最高ですね。こういうさキッチンタオルとかテーブルクロスとか売ってます。はい、ということで見えてきました。目の前にある大きな橋ですね。こちらドン・ルイス一世の橋です。大きいんだよね。これ鉄骨で作られてるんだけど、ちょっと行ってみますか。で実はこのドン・ルイスは上にはトラムとあと歩ける場所があって、上もね歩いて渡ることができます。今橋の下に来てみました。こんな感じ、車道もあるんですね。車も通ってます。2車線あるんだ。こちらの橋なんですけれども、エッフェル塔を作ったエッフェルさんの弟子の方が作ったらしいです。エッフェルさんリスペクトを感じるね。ちょっと感じますよね。最初ねこの橋の上そこ渡る時すごい怖かったんです。でもちゃんとね作りを見たら怖さが吹き飛びました。橋からの眺めも素敵ですね、ドロー川。はい、ということでちょっと日が出てるうちに上も登ろうとなりまして、上の方に向かっております。上に行くにはですね、このような急な坂をですねひたすら登るんです。ポルトガルはですね坂の多い町としても有名なんです。右も左も坂ばかり。生きてるだけで軽い運動になります。この坂が辛い。上はですねこのようにトラムが通る線と端と端に人が歩ける場所があります。こっからの景色最高なのよ皆さん。美しいでしょ。すごい美しいね今日。あちら側が先ほどまでいた場所ですね。そう、さっきワインをいただいた場所はここら辺。エッグタルト食べた場所がここら辺か。ここら辺。ここもね結構歩くんですよ。でもめっちゃ綺麗。はい、だいぶ登ってきました。すごい絶景そうだぞ。右手側に見えますのはなんだ？修道院。そうなんだ。めっちゃ綺麗。ここからですねポルトのドロー川と旧市街、そして左側と右側の街が一望できます。見て、トラムはこんな感じで通ります。ちょうどトラムが橋を渡る。いってらっしゃい。バイバイ。ポルト最高だね。絶景だね。冬もこんな素敵だから夏とかすごそうだよね。今ですね丘の方に来てみたんですが人がたくさんおります。ここも人気なあれだね、ビュースポットというかね、めちゃくちゃいいビジネス。お酒売ってますここで。はい、今ですね先ほどまでお酒を飲んでいた場所と真反対の方に来ました。ここにはですねどうやら市場があるらしくて新鮮な海鮮がいただけるそうなんです。今日はそちらにお邪魔してお酒をいただこうと思います。ポルトといえば海鮮だよね。やっぱほら見て、ワインが有名じゃん。ほらセラーもあるよ。高級そう。
ということでやってきましたベイラリオ市場です。ここはなんか昔ながらの市場というよりも一回リノベしてるらしい綺麗なおしゃれな市場らしいよ。では行ってみましょう。皆さん聞いてください。まさかのオイスターフィニッシュでございます。ナチュラルオイスターこれはあオイスターありませんでした。残念でした。でもビールめちゃくちゃ美味しそうだったね。ちょっとまたリベンジしたいと思います。では今から他のお店を探します。とにかく海鮮が食べたい。さっきさタラのさフリートで感動したじゃん。タラ系の料理とかもいいなと思います。ポルトガル料理美味しいのたくさんあるんですよね。本日行くお店はこちらでございます。食べるなドースキャリーズです。では行きましょう。はい、ではエストレラというスペインのビールでございます。しかも今新しく開けたタンクから飲めます。生ビールいただきます。お疲れ。私さこういうちょっとしっかりめのビールうまい、もうザビールのこの苦味がさうわーってなんない。やばい。こういう感じで今回はですねポルトガルの家庭料理のこのタラとじゃがいものアペタイザー前菜、そしてタコのオーブングリルですね。こちらもうポルトガルの名物と言っても過言ではないお食事です。そしてマッシュルームリゾットいただきます。こちら見てください。見たことあります今まで。コットとオリーブとポテトが入った何かなんですけど、これを生の卵黄ですね、こちらと混ぜていただくらしいです。いきますよ。ユッケ的な感じ、見た目がおいしそう。買い方、周りのこの子もミックスするってこと？面白いね。ではいただきます。日本みたい。うまっ。めっちゃジャパンだね。なんかジャパンの味する。なんて言えばいいんだろう。ちょっともう一回いただくね。タラの焼き魚の味がします。それのこう前菜風にアレンジされたものの味。美味しい。アメイジング。結構衝撃的です。世界の激うまグルメだこれは。ということで続いてオクトパスのオーブン焼きいただきます。彼ビールだよねこれ。最高。タコは柔らかいね。なんかちょっとお肉みたいな感じ。副菜にスピナッチがついてくるんですが、ニンニクががっつり効いてて野生の男の味って感じ。マッシュルームのリゾット美味しそう。めちゃくちゃ美味しいんだけど、キノコにして正解だね。やっぱこのキノコのさ深みが出ますね。なんかやっぱお店によってさリゾットっていろいろありますじゃん。ここさやばいね。マジ本物。ビールと合う。結構混んでくるね。最初入った時は 2,3 組しかいなかったんですけど結構混んできました。人気なお店なんだね。閑散期でもこれだけ人気ってことはもう夏とか来たら入れないんじゃない？もう予約が必要だったりした方がベストだと思います。どうやら雑貨系も可愛いのがもっとあるらしいんですよ。それも明日見に行けたらなと思います。明日はこう雑貨巡りとグルメ、このね2点に集中攻撃したいと思います。グルメもねまだまだ美味しいものたくさんありますので、伝説のギルティーサンドイッチとかねいっぱいありますので行きましょうか。ということでデイ1もありがとうございました。楽しみましょう。デイ2も。
おはようございます。観光2日目でございます。今日はですね、晴れ予報だったんですが、あいにくの雨ですね。なんやねん。もうずっと雨でしょ。またこれから辛いですね。ただいまの時間、お昼ぐらいなんですけれども、今からポルトガルのサンドイッチ、超ギリティなんですよ。それを食べに行きたいと思います。それでは行ってきます。はい、ということで着きました。ラドです。ここが人気のお店でございます。まだ開いてないんじゃない？そう、お店がですね12時から開くんですけれども、まだね閉まってるので、ちょっと開店まで待ちます。開店と同時に入店みたいなめっちゃ気合入ってる人みたいな感じです。マジ？入っていいの？はい、メニューこんな感じです。このね、大きく書かれたフランセージャというもの、これですね。これがめっちゃ人気だ。これのウィズエッグにしようか。ビールセクションはどこだ？これだ。ドラフトビールこんな感じ。パイントの半分250。このね、スーパーボックってやつがポルトガルのビールなんですよ。なのでここら辺注文します。やばいの来たよみんな。はい、注文しましたのはじゃあスーパーボックというポルトガルのビールでございます。でこちらがですねピルスナーで、私がですねタウトという黒ビールですね。もう店員さんも私これ大好きだよ、もうプリファーですって言ってました。こちらを昼からいっちゃいましょう。皆さん乾杯です。うわ、すごいいいね。いいです。こちらなんて言うんでしょうね、甘みはちょっと抑えめなすっきりめの黒ビールでございます。でもギネスみたいなイエイみたいな感じには来ないですね。めっちゃ好き。朝早く起きれて支度して今日もジムに行ってきました。1週間単位で契約してるジムに行ってきました。午前中からよう動いた。ビールはいいのか果たして。うまっ、マジで美味しい。はい、ということでやってきました。こちらですね、フランセージャでございます。めっちゃ美味しそうで、フランセージャはポルトガルのポルトの伝統料理でございます。これ食パンの中にステーキ、ロースト肉、ハム、そしてリングイッサと呼ばれるポークソーセージなど贅沢に入っているなんか最強サンドイッチみたいな感じです。で真ん中にですねエッグ、そしてチーズがもう溶けてますね。でこのソースがですねピリ辛ソースにビールを使ったソースらしいんですよ。楽しみすぎる。そして、私たちは昼飲みということでこのフレンチフライを追加しております。はい、美味しそうということでいただきましょう。いただきます。これ真ん中行ったらいい。いくよ、割ります。いきます。3、2、1、オープン。どうです？やばそうやばいね、超ギルティということでポルトサンドイッチいただきます。これね、1人1個はかなりお腹いっぱいになると聞いたので、私たち2人でね半分ことフレンチフライにしておりますが、もしこれでお腹いっぱいになりたいという方は1つ頼んでください。いただきます。オーマイガー、本当にすごいね、贅沢なサンドイッチだわ。こんなサンドイッチ食べるの初めてだわ私。もう中はソーセージ、ハム、ステーキだ。そして卵ちゃんとチーズ。うまっ。ギルティ美味しい。塩味がしっかり効いてる優しくない味です。超ギルティ。ステーキも柔らかいし、このパンのちょっと分厚めでザクザク感も最高です。全部合う。ソースが若干ピリ辛ですね。確かにちょっとビールっぽい味もする。ソースが独特です。これはビールでしょ。黒ビールに合う。ちょっとこれかけてみようと思います。ピリピリというですねポルトガル秘伝のスパイシーソースです。これかけますね。すごい辛そう。
やっぱさ黒い背景に赤ってさ危険なイメージあるよね。危険ですよこれ。めっちゃ辛そう。いただきます。ポルトの人ね多分辛いの好きなんだよね。さっきのさ女性のスタッフの方がねこれを持ってきてくださったんですけど、そしたら「もうあんたたち最高のチョイスしてるわ」っつってね「最高のベストチョイスです」って言われてすっごい褒めてくれるのよ。だから多分日本でさ猫まんまするぐらい多分通いってると思う。すごいピリ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 してます。めちゃくちゃピリピリ。辛いの好きな人は絶対かけた方がいいです。めっちゃ合います。タバスコと比べてやっぱタバスコって酸味があるじゃないですか。ピリピリは酸味ないんですよ。あんまり酸味よりもそのコクのある辛さみたいなのが来る。だからそのコクのある辛さに中のステーキとかハムとかソーセージにめっちゃマッチする。チーズとピリピリってめっちゃ合うんだなと思いました。うま最高。嬉しいんだ。白いの。試合を。うわギルティー。ドナルドマクドナルドも驚きですよ。確かに。でもちょっと月見バーガーっぽい味しない？わかる。おっと。いただきます。最後の一口です。地元の方もこぞってくるお店です。マジでおすすめ。美味しかった。ごちそうさまでした。ありがとうございました。すごいたくさん人がいる。わあ。はい、ということでやってきました。モリアン市場でございます。こちらの市場はなんかすっごい綺麗なんだけどさ、全部で2階建てっぽいです。この屋根のかかってるところにわーってお土産屋さんとかお店があって、で2階にはミシュラン2025年のレストランとかそういったレストランが入っております。かわいいじゃない。かわいい。ポルトガル名物のオイルサーディンじゃない？いいわね。はい、ということで市場にやってきました。お土産にさちょうどいい缶詰とか、あと牡蠣とか新鮮な海鮮とかワインとかパンとかいろいろ売ってて楽しいですね。まずはですねこちらでワインをゲットしようと思います。はい、what is the famous wine? The wine is very typical from is a vinho verde, green wine. Green wine. It's a little bit more acidic. Acidic. Yeah. Acidic wine. Yeah. Okay. Can I get one green wine? Okay. Can I pay with credit? Okay. We do not charge a deposit for glass. We trust you だって。デポジットないからトラストいうしてるから絶対戻してねワイングラスは。すごい。オブリガータ。Wow, thank you. こちらですねポルトガルで有名なグリーンワインです。乾杯です。Cheers。お、美味しい。ちょっとねビターさんなんです。グリーンワインは美味しいです。シーフードと合うこと間違いなし。楽しみ。可愛い。見て、超可愛くない？先生見てください。こちらスペインを思わせるようなタパスまで売っております。4ユーロですね。オイスター。ここはどう？オイスター1つ2ユーロです。見つけました。Hola, could I get 6 oysters? Big one. Yes, that's all. Oh, we can eat inside, but we have a drink. Is it okay?
OK inside please 美味しそう。はい、ということでやってきました。こちらオイスターでございます。ここら辺で取れたオイスターなのかしらね。カサダスオイスターズらしいです。今回6ピースで14ユーロでございます。ということでオイスター行きましょう。まずはレモンを絞ります。いただきます。うまっ、めちゃくちゃ美味しい。美味しい。こうなんか塩気が強いから醤油いらないね。ミルキーさというよりもさっぱり感がありますね。私はちょっとまたすみません、ピリピリ、また別バージョンのピリピリですね。魚ピリピリ、魚って書いてある。これいただきます。これは辛いぞ。ではいただきます。美味しい。なんかこう冬のオイスターって感じがします。白ワインと海水、身がブリンブリンだし美味しい。最後はそのまま海の幸感じて。めちゃくちゃ新鮮です。牡蠣ごちそうさまでした。次のお店行きましょう。すごいさ、タパス屋さん見つけちゃった。これ見て、超タパスじゃない？しかもなんか価格帯もさ、ちょっとサンセバスチャンじゃない？ 2.5 ユーロね。ここは切りたての生ハムがですね5ユーロで売られております。その場で切ってその場で真空パックにしております。これ食べたんですけどめっちゃ美味しかった。美味しい、美味しいでございます。美味しそうですね。こちらタルタルエリアでございます。牛タルタル、ほんとフィンガーフードみたいな感じで食べやすい大きさで売っておりますよ。おー、わお、ストロングピリピリ、ストロングピリピリ、ストロングピリ、イエス。うまそう。オブリガータ。いっちゃうわよ。夢じゃない？肉のアイスクリームじゃん。パンの薄さに対してのね、肉の量がやばい。てかもうこの人差し指と親指じゃ持ちきれないぐらい重い。上いただきますね。フードのやつ。うまっ、辛っ。うまい。めっちゃ新鮮。生臭さ全然ない。肉です。超新鮮な肉。これは美味しい。チーズつけちゃいな。チーズがっつりいっちゃうか。日本でなかなかできないですからね。ぜひ食べてください。私生肉大好きだから超幸せ。めっちゃ美味しかったです。ありがとうございます。飲み終えたグラスは戻します。うちらね、信じてもらってるから絶対戻すだろうっていうことでデポジットを払ってないのよ。オブリガータ。 Thank you。 少しばかりほろ酔いでございます。今まだ3時前なのにほろ酔いというダメな日を送っている。でもまあいいよね、こんな日もあっても。わ、晴れた、最高。晴れました。やっぱ晴れのポルトはいいよね。そう、ポルトってね、ちょくちょく工事してるところが多いんですよ。こんな感じで。でもこれは、きっとこの歴史的外観を残しながらも今の時代に合ったこう環境にするべくいろいろ工事してるっぽいです。これとかすごくない？外観はそのままで中だけ綺麗にしてる。ほら、外観はやっぱりさ、この石とかで作られてるじゃん。強いんだよ。中とか屋根にさ木材とか使ってるのを見たんですけど、そういうのとかはすぐね腐ったりして崩壊しちゃうから、そういうのだけ新しいのに変えるんですね。はい、目の前に見えますのが
クレリゴス教会でございます。18世紀にイタリア人建築家ニコロ・ナゾーニによって設計されたバロック様式の建物でかっこいいですね。そしてかなり急斜面にあるんです。車とかも大変そう。サイドブレーキしなきゃね、これ落ちちゃいます。このポルトガルちょっと長めに滞在して島などにもね行く可能性があるので、その時は車レンタルするかもしれないので、必ずサイドブレーキを忘れずにしないとねいけません。パリピチュロスだな。はい、ということで今ですね、こちらレロイ・イルマオンという図書館の目の前に来ました。こちら今日予約しているので並んでおります。こちらの図書館なんですけれども、ハリー・ポッターのホグワーツのモデルになったんじゃないかというふうに言われております。そしてこの長い行列です。予約しなくてもいけるかなと思ったけど、予約必須なんですね。予約はオンラインからできます。で、1人当たり12ユーロかかるんですけれども、その12ユーロは中で本を買う時の12ユーロとして使えるんです。もし中で本を買わない場合は見学代として12ユーロお支払いするみたいな感じとなります。なんで、本を買った方がいいよね。なんかね、いろんな本があるんですって。ちょっと楽しんできます。ノーフラッシュ。Olá. Yes. Olá. Good afternoon. あ、めっちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗。どう？ハリーポッター。ハリー・ポッターの著者がポルトで英語教師をしてた際にこの書店によく通ってたんだって。だからホグワーツ魔法学校のそういう動く階段や図書室のモデルになったって言われてるらしいです。綺麗だな、美しい。この注目していただきたいのはこの上の階ですね。ここまで本棚になっていて、上の階は人の顔が飾られてる。見て、ちょっとハリポタっぽくない？このどう？これちょっと見たことあるよ。めっちゃいいじゃん。はい、素敵ね。こういうのもある。本当に何千と何万と素晴らしい本がたくさんあります。この中からお気に入りを選ぶのも楽しいね。階段も実際に登れそうなのでちょっと登ってみましょう。それでは2階に行ってみます。ダンダンダン。すごい。もうすごい、結構複雑だね、階段が。魔法学校にいる。わかる？木のぬくもりの香りというか。2階もですね、たくさんの本で敷き詰められております。そしてこの光も入って素敵。そして上のステンドグラスもすごい綺麗。はい、ということで本を購入しました。私たちはこちらの2冊ですね。このちょっとファンタジーとホラー寄りの私は本、おすすめされた本と、こちらはどんな本ですか？ザ・グレート・ギャツビー。こちらは大富豪の物語です。大富豪の物語、いいですね。これ本屋さんなのでスタッフの方が、ね、こういう本いいよ、この本面白いよっておすすめしてくださるんですね。なのでこの入場チケット1人12ユーロのバウチャーを使ってお得に購入することができます。ありがとうございました。すごいね、素敵なデザイナブルでこう深く息を吸いたくなるようなそんな図書館でした。イケてるお店発見。
ルトガルの顔ビスタアレグレ見てみるか。ほら 9.5 とかよ。この下の大きいお皿とかも 11.5 ユーロです。キャベツプレートかわいい。10ユーロのキャベツプレートです。かわいい。すこぶるいいじゃないですか。そう、トマトプレートも可愛くないですか。だって可愛いよね、お野菜のプレート。そう、こちらのお店はですね、自分の生まれ年のオイルサーディンを買うことができるんです。なんとも不思議なお店です。もちろん中身はですね、食べられるオイルサーディンなんですけど、パッケージが自分の生まれ年。私は1997年生まれなので、これですね。平成9年です。続いていきますのはこちらアルマダというお店ですかね。この緑色が可愛いこちらのお店に行きましょう。やっぱキャベツとかトマトとか可愛いよね。遊び心があるというか。すごいかな。これさ、可愛いと思ったのがさ、このマグもそうだけどさ、この中がザラザラしてんの。すりおろせそうじゃない？花柄可愛い。はい、ということでちょっと休憩したいなと思って、ファブリカ・デ・ナタというエッグタルトに力を入れているカフェに来ました。イエイ。こちらね、橋の近くでございます。いやー、ここではまたエッグタルトいただきたいと思いますね。今回注文しましたのがエッグタルトとポートワインのセットです。エッグタルト1つにポートワイン1つのセットで 3.9、 合計で 7.8 ユーロでございます。いただきます。ここからの景色こんな感じです。こっちがね橋側なんですけれども、夕日が沈みそうですね。皆さんも乾杯です。強い。気をつけてください。普通のワインだと思って飲むと喉がすごい焼けちゃうので。美味しい。甘くてぶどうジュースみたい。ぶどうジュースみたいだけどアルコール度数は一丁前。結構くるよこれ。でもなんか私好きです。ハマっちゃいました。エッグタルトいただきます。こちらのエッグタルトはどんな感じなんでしょうか。美味しい。結構カスタード感、コクがあって美味しいです。トロンというより中のカスタードは固めのテクスチャー。結構好き。美味しい。こちらにさらにシナモンをかけます。この人マジよ。うわ、チューすんなよ。やばいやついるって。うわひどい。最低助けたのに最低。ありえない最低。ほんと最低なんだけど。彼女おばさまいるじゃん。おばさまが片手に白ワイン持ってて、でいたじゃん、お金ちょうだいって言ってくる人。あの人がお金ちょうだいって言ってるから、彼女が好意でお金を渡して、そのお金渡す時にバッグが漁るから、バッグの中からお金出す時にさ、お酒下に置いてたのね。でそのお金もらって、そのお酒グビーって飲んでハグして、なんかチューまでして、最後にカップをバンって頭に、そのおばさまに。最悪なんだけど。もういろんな人いますね、本当に。シナモンかけた後は息しないように食べます。そうじゃないと粉飛んでっちゃうんで。いただきます。
やっぱ私シナモン入ってる方が好き。深みが出ますよ、一気に。ラスト一口。気づいたらですね、こんな真っ暗になっておりました。時刻は6時40分です。今から本日のご飯をさっき探しましたので、そのレストランに行きます。今夜のテーマはお安くポルトガル家庭料理を味わおうです。イェイ。見て、革手袋でございます。この前に出ている動画、フランスで購入しました。つけ心地最高だし、この革の匂いもリアル革なんでいいですね。あと暖かいです。私がこんな息切れしているのは坂が多いからです。登って降りて登って登って。はい、ということで本日のディナーはですね、こちらラレイラに行きます。雰囲気良さそう、行ってきます。はい、ということでお店入ってきました。入ってきたと同時にですね、お店全部満席になってセーフでしたね。無事に入りました。19時だね。まずはですね、オーダーしましたのがこちら、初めてオーダーしました白サングリアです。ポルトね、サングリアもすごい人気でして、ここのお店サングリア飲んでください、一押しなんですということで注文しました。中はこんな感じでシナモンとかあとミントとか入ってます。乾杯です。お疲れ様です。うま白ぶどうジュースのような強い感じはしないですね。シナモンの入ったサングリア飲むの初めてです。美味しいです。こちらのお店は安くローカルのご飯が味わえる。私たちも昨日のレストランではまだ見たことがなかったお料理がここにはありましたので、すごいワクワクしております。はい、ということでまずやってきました。こちらオクトパスのマリネですかね。前菜でございます。美味しそう。サングリアとめっちゃ合いそう。いただきます。海の幸全開って感じです。柔らかいね、タコさんも。あ、いらっしゃいませ。はい、で続いて頼みましたピカポです。こちらも伝統料理だそうでして、ソーセージそして牛肉を食べやすい大きさに切って煮込んだものらしいです。これ私たちの目の前のテーブルの方2皿おかわりしてました。おかしいでしょう。リピートしてました。ということでいただきます。すごいソースが白いのソーセージなのかな、なんかホルモンにも見えますね。うまい。これはないね。これは酒のつまみですわ。濃厚なちょっとしょっぱめのデミグラスソースって感じ。大勝利する。強めだけど、酒飲みにはたまらん。たまんないね。美味しい。続いてやってきましたのがバーガーです。これも伝統料理らしい。一見ね、見た目普通のハンバーガーかなと思うんですけど、違うんですよね。豚のすね肉を使っててキャラメライズされた玉ねぎが入ってるらしい。めっちゃ美味しそう。これもいただきます。うまっ。音がすごかったね。おせんべいみたいな。甘いの、なんか肉汁じゅわーって感じで甘いんですよ。普通のハンバーガーとして食べると驚きが3個ぐらいある。わかるわかるわかる。なんなら普通のハンバーガーよりもこっちの方が好きかもしれない。珍しい。こちらのお店結構私おすすめしたいお店でございます。これがマジで美味しいんでございます。オイルいきます。パンに合いすぎ。
ことでこちらのお店も本当に美味しかったです。これはマジでおすすめです。本当におすすめです。ぜひ皆さん家庭料理、伝統料理味わいたい方はこちらのお店もおすすめですので来てみてください。ごちそうさまでした。はい、実はですね、あの時に食べた牡蠣に当たってしまいまして、2日間ぐらい寝込んでおりました。いや、本当にびっくりしました。まさか自分が牡蠣に当たるって思ってなかったので、本当に皆さん、冬の牡蠣はなんかどうやらこう二枚貝ってウイルスがね、中に入りやすいらしくて、冬にすごい蓄積されるらしくて、なんで冬に食べる生牡蠣っていうのが、ウイルスを含んだ牡蠣がね、多いらしいんですよ。でそれでたまたま当たっちゃったんですけど、なんで皆様市場とかに行って特に冬ですね、生牡蠣を食べる際は本当に注意して食べてください。当たる確率がかなり高いと言われておりますのでお気をつけください。今からですね、首都リスボンの方に向かいます。めちゃくちゃ楽しみです。で外はですね、雨なんですよ。あいにくの雨なんですが、ここからフリックスバスで3時間ぐらいなのでバスに揺られて着くって感じです。で今回ですね、2週間ぐらいずっと泊まっていたエアビーをサクッと紹介したいと思います。今もう出る直前で結構片付いてるんですけど、ここにね冷蔵庫とか、あと、全部揃ってます。包丁とか全部揃ってます。キッチンがあって、でここリビングダイニングスペースがあって、こちらですね、ベッドルームがあります。で、玄関入ってこちらお手洗いがあります。こんな感じ。お手洗いとバスルームです。ポルトはですね、個人的にホテルステイもいいと思うんですけど、物価も安いし、スーパーも結構楽しいので、長期滞在が結構おすすめかなと思いました。今回2週間いて、スーパーとかに行って料理作ったりして、ポルトガルの食文化もすごいよく知れたし、楽しかったのでおすすめでございます。素晴らしいお宿でした。ということで、皆さんポルト編いかがでしたでしょうか。楽しんで見ていただけましたでしょうか。次回ですね、おそらくリスボン編になると思いますので、そちらもぜひ楽しんでみてください。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。まだの方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。以上、ポルトからでした。